今回は池田テレサ、苦手でも頑張るのが仕事、自信がないというのは個性にはならないに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。そんな中、乃木坂46のオーディションに合格します。自分で決めた目標に向かって歩いていたら、突然、いいよ、こっちにおいでって言われた感じでした。バスケ部の時のように頑張ってみてもどうにもならなかったということにはならない？はい、世の中にはどんなに向いていなくても、どんなに苦手でも、頑張り続けなきゃいけないことがある、それが仕事だと思っています。それが大人なんだって。アイドル活動は部活じゃなくて、お仕事だから、一個一個自分のダメなところ、苦手なことを潰していきたいです。特に歌とダンスは、性格が暗かったり、明るかったりっていうのは個性の範疇に収まりますけど、苦手とか自信がないっていうのは個性にはならないので。誰かにそんなような説教を食らって、言われたことそのまんま喋ってるだけなオチじゃなきゃいいんだけどな。まあ確かに。なんかさすがに社会人経験ないのがいきなりこんな仕事うんぬん言うのかとも考えられなくもない。特にここの運営だと。これもスタッフから指示されたのか。またっすか。なかなかいいとこ言うな。できないことを売りにしてるやつはダサい。アイドルには割と多いけどね。この文読むと自分自身への決意と捉えた方が自然かな。まあいいや飲みに行こう。さすがテレパン。セイミヤのこと言ってる？やめたれ。仕事選んでる仮病女には耳が痛いぞ。聞いてるか？アスカ。お前のことだよ。人見知りもぜひ追加してくれ。わかった。じゃあまず声張って喋れ池田。菅原ぐらい大きな声で喋らないと負けるぞ。遠藤、自分に自信を持てるように。池田、自信がないというのは個性にはならない。遠藤聞いてる？頑張りすぎて潰れる前に一回姫丹先生のカウンセリング受けよう。割とマジで。統一カルトはいらんよ。向いてないことは頑張らない方がいいよ。得意なこと極めた方がマシ。謙虚と仕事をやりきらないのは違うんだよな。さすが池田。池田は間違ってるよ。自信ねえのによくこの業界に応募してきたなくらい言ってやれ。自信ないというのが嘘だから。自分に自信がなくてはアイドルのテンプレだけど。スクールカースト最上位顔でそれ言うの無理あるよってやつは何人かいる。和田とかならわかるが白石も使ってたからな。すべては彼女の手のひらの上なんだよな。遠藤はなんだかんだやってるよ。やろうともしてないのは2列目のあいつとか3列目のあいつとか。架け橋の悪口はそこまでだ。ぴょんも言わない年末年始ブログも上げないあの人のこと？これも虚言かもしれん。池田は頑張っても頑張らなくても応援するよ。不人気ブスはすぐやめろ。さすがテレパン、そこに痺れる憧れる。人それぞれすぎる。テレパンの言葉利用して他叩くとかほんまゴミクズやなお前ら。意識高すぎたりケンコブルトメンバーからは嫌われそうで心配。その通り。渡辺理香に言ってやれ。バカだからわからないよ。さすてれ。これは正論っすね。プエンテスウィートテレパンよかったぞ。仕事ってことを分かってないメンバーもいるもんな。池田やる気ありすぎて心配になるわ。8万7千人からわざわざ向いてなさそうな人選ばんよ。選ぶ方も。遠藤って自信ない割に自撮り誰よりも顔面ドアップで撮るよな。策はプライドが高いだけだから。悪い意味でアスカちゃんのあのスタイルを自分もやっていいと勘違いしている後輩がちょいちょい見受けられるのが残念なところ。確かに。タモリの真似してただの勘違い男になった香取慎を思い出したわ。いい子やな。自信がないことのメリットを完膚なきまで叩き潰す言葉だな。名言だわい。まあ形式はあるよ。かっこよすぎ。そのうちテレパンは知ることになる。すべてが遺伝子レベルで決まっていることを。テレパンの言葉はたまにハッとすることがある。洞察力とか視点が独特なんだろうな。一番はマックに謝罪から。頭いいし覚悟決まってる感じする。さすがテレパン。自分を変えよう、
変わろうとしてる子は応援しがいがある。サクシャンプーに勝てる日は来るのだろうか？テレパンは共通テストを受けに行くのか？反発してるものは自分に言われてるような気がしてるから。テレパンの言ってることは真っ当であり、反発する者は精神的未熟者。社会に出なさい。まあ無理しすぎない程度に頑張ってくれたら。視覚詐称は個性。謙虚さをやらない言い訳に使う人もいるしな。グループとしてそういう空気ができてるなら病みたいなものだから、早めに対処しないといけないが。テレパン、不死身、不老不死、テレパンパワー。これで何者もこのテレパンを超える者はいないことが証明された。取るに足らぬアイドルどもよ、支配してやるぞ。我が血と力の下にひれ伏すがいいぞ。なんか自分に都合のいいこと言ってんのがアイドルだと思ってたわ。だって先輩は、本当の自分とか言って嫌なことはやらないってスタンスだったじゃん。卒業生含めてそこそこの数の先輩をディスってるな。ここは考え方の違いかな。苦手を先送りしてのんびりやる人もいれば無理してでも今やる人もいる。テレサは自分のアイドル寿命が短いのもわかってるしなんなら乃木坂が終わる可能性があるのも察してそうだからもたもたしてる暇なんかない。5期はみんなチャレンジ精神旺盛で頼もしいな。チャレンジの機会を平等に与えてもらえるかどうかはともかくとして。滑り確定でもとりあえずがむしゃらにやるのがアイドルだったはず。乃木坂もかつてはそうだったはず。いつからお高く泊まってお嬢様のお客様を気取るのが乃木坂スタイルになったのかと聞きたい。アスカが見せてきたという背中はろくなもんじゃなかったな。アスカのそれは色々な面のうちの一つだからな。やらないことがらしさになる時もあったし、全然やらないって役でもないから見方としては極端だと思うわ。歌やダンスなど苦手なところは頑張って潰していかないといけない。顔は頑張ってはいないけど初期設定でマックスだった。インタビューだけはかっこいいこと並べる先輩がいたからな。ただフリーライドしてるだけなのに5期は天狗になるの早すぎだろ。普通に先輩や乃木坂の偉大さが分かってれば自信なんて持てないのが当たり前なのに。苦手なものをやらなくてもそれを補える個性能力があれば仕事は来る。飛び抜けた個性能力がないものは襟好みせずやらなければ仕事はなくなる。工事中見てるとさんまの恋のから騒ぎ思い出すんだわ。主役はあくまで司会で、その司会にトーク振られるのをただおとなしく待ってるだけのその他多くの素人という感じな。さんまの番組って大体そうだろ。むしろ恋のから騒ぎの素人たちが化け物だらけで一番自由すぎたくらいだわ。池田みたいな勘違いしてる新人が入るんだから先輩メンバーも今の環境は当たり前じゃないってしつこく言うようにもなるわ。5期生にとってはこれからの数年間が乃木坂でそれ以前は関係ないだろう。だからこれから池田が乃木坂のメンバーとしてやっていくなら今みたいに勘違いしてると乃木坂が終わるって話だろ。めちゃくちゃみんな語るな、熱意を感じるよ。すごいよね。5チャンネルにいる奴が一番社会から逃げてる負け組のくせによく語れるわ。テレパンからは全力投球みたいな覚悟みたいなものを感じるよな。ロングインタビューの映像見たらとてもアイドルには向いてなさそうだったから。テレパンは芸術肌のくせに一般常識をわきまえてる次期キャプテン候補。一般常識をわきまえてもこういう天狗発言してる時点でキャプテンには不向き。勘違いというふわっとした根拠のないもので批判される限りは安泰だと思うわ。そういうのの積み重ねで AKB と日向みたいに調子に乗ってグループが終わっていく。先輩メンバーが早いうちにそういう目を潰してる。池田調子こいてんな。さすがにお前何様なんだ？歴代の先輩方の個性を切り捨ててるけど。さくちゃんは自信あるけど自信ないふりしてオタクを釣る芸でしょ。可愛いし、雰囲気に合ってるからええねん。5期ってガチで努力してきた人多いからアイドルらしい甘ったれた無能感が薄いやつが多いよな。もっと言うと努力してきたけどアイドルになった時点一旦大きな挫折も経験してる人たちだから本気度が全然違う。現状乃木坂にフリーライドしてるだけでガチで努力してきたってアホすぎるだろう。
普通に考えて長年派遣を取り続けてる先輩メンバーの方がよっぽど努力も結果も残してる。頭悪すぎて草。学歴教えて。じゃあお前の動きってガチで努力してきた人多いからって何を見て言ってるんだよ。お前みたいな妄想するやつって低年収だよな。年収教えて。もしかして高卒ですか？大卒。それでお前の妄想癖は障害なの？どんぐりの背比べ。人と目を合わすのも苦手とかっててめえは個性にしてるのに人のはダメだってのか？答えろよ論破り女。さすがですわテレパン。このまま進み続ければ未来は明るい。某 SSKKTK 先輩は爪の赤でも煎じて飲めや。当たり前のこと言ってるだけなのに、自分が批判されたと思い込んで反発してる人はなんなん？そういう人ってことだろ。当てはまるの遠藤しか思い浮かばないけど他にいる？勝ち組テレパンの話から負け犬たちの学歴と年収の話になってる。弱点をすべて克服してから何かに取り組もうとする人は結局その弱点を克服することだけで一生を終えてしまう。死ぬまで整形を繰り返す整形マニアの女性のように。弱点があろうがなかろうがやるべきことをやるという姿勢は重要だな。池田さんはよくわかっていらっしゃる。自分は〇〇が苦手だからと外仕事をほとんどキャンセルしているであろう。暴4規制は見習わないといけない。土曜の朝から揉めるおじさん。池田テレサ調子こいてんな。いろんな先輩メンバーディスってないか？その苦手とか自信がない子たちが乃木坂を作ってきたんだが。不人気雑魚が何生きがってんだよこのガキ。5期年長組は池田に限らず爪痕残すためガツガツ言ってて懐かしい感じがする。しかしアンダー沼にはまり込んだら、かつてあった自信も喪失していってしまうものなのだよ。テレパンは選抜常連が確定してるようなものだから関係ないだろうけどな。池田、岡本、川崎の3人は別の分野で努力してきた人だな。中西も考えようによってはこのグループに分類されるかもしれない。が、その分野で挫折した末に紆余曲折あって乃木坂に入ってきた。そういうメンバーって1期から4期まではいなかったな。それだけでも貴重な人材だと言える。挫折を経験せずに大成した人はいないのでね。いや、全員その分野で挫折あったんじゃない。もちろんミックだって。あなたは池田や武器を叩くことがまず目的なんでしょ？だから池田が答えたこの発言の意味をねじ曲げ講釈するもんだから、誰からも共感されず、単なるこんな短い文章さえ読み解けない読解能力が著しく足らない人にみんなからは見えるだけなのよね。単純に天狗になってるなーって話だろ。普通に解釈すれば自信ないってことを個性にしてるメンバーいるけどそういうことじゃないからって言ってるんだから天狗でしかないでしょ。お前は盲目をただから自分の推しだけが頑張ってるように見えてるだけ。コスレ以外で池田を絶賛してるやつって、ガチの池田オタなのか単なる対立煽りなのかアフィカスなのか判断に迷うんだよな。なんでわざわざコスレ見に行くの？気になるの？5期派講師だからな。でもこれだとセンターにはなれないんだよな。悲しいな。方向性が似てる山下がセンターやってるから。山下と池田じゃちょっと比較するレベルにないでしょ。かけてもいいよ。池田が表題のセンターをやることは 100% ない。別に俺は池田アンチじゃないけどね。ただセンターは無理だと言い切れる。もし池田がセンターになった時はこのレスを張って思う存分バカにしてくれ。お前は自分の思い込みだけで語るアホ。なんか高卒同士が醜い争いしてて草。誰を名指ししたわけじゃないのに気にしすぎでは。なんとかひねり出したいんだよ。テレパンが人気なのが嫌なんだよ。自信がないのは仕方がないが自信がないからって逃げ続けるなってことだろ。例えば私はバラエティできないからでやり過ごすのは恥ってこと。ゴキとかはスキッツとかやっても全員全力でやりそうだけど。以上、池田テレサ、苦手でも頑張るのが仕事、自信がないというのは個性にはならないに対するオタたちの反応でした。別にこの発言って名指しで誰かを批判してるわけじゃなくて決意表明だと思ってんけど？良ければコメント、高評価、
チャンネル登録よろしくお願いします。